はい、どうも皆さんこんにちは。イオンシネマエンタメニュースのお時間がやってまいりました。本日は2月20日に公開となりますスーパー戦隊ムービーレンジャー2021の完成報告イベントにやってまいりました。それでは早速見てまいりましょう。皆様ありがとうございます。本日の完成報告イベントにお越しくださいました皆様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではありがとうございます。お一人ずつご挨拶から頂戴してまいりたいと存じます。まずはマシン戦隊キラメイジャーザ・ムービービーバップドリームの皆さんよりお願いいたします。キラメイレッド熱田ジュール役小宮リオさんお願いします。マシン戦隊キラメイジャーキラメイレッド熱田ジュール役の小宮リオです。本日は足を運んでいただき誠にありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きましてマシン戦隊キラメイジャーザ・ムービービーバップドリームのゲスト夢の世界を操る魔女民女役壇蜜さんお願いします。夢の世界では無敵人女役の壇蜜です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして騎士流戦隊竜奏者特別編メモリー・オブ・ソウルメイツの皆さんにお願いいたします。竜奏レッド公役一ノ瀬颯さんお願いします。はい、今日この場に立てることがすごく嬉しいぞということでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。同じく騎士流戦隊竜奏者特別編メモリー・オブ・ソウルメイツよりテレビシリーズで戦いの末に命を落とすが不屈のソウルを公へと継承した騎士灘役長田誠也さんお願いします。灘役の長田誠也です。本日はよろしくお願いします。お願いいたします。同じく騎士流戦隊竜奏者特別編メモリー・オブ・ソウルメイツのゲストでいらっしゃいます敵に利用されてしまう舞妓役宮原香音さんお願いします。はい、舞妓役宮原香音です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして機械戦隊全開者ザ・ムービー赤い戦いオール戦隊大集会の皆さんにお願いいたします。全カイザー五色田海人役駒木根キータさんお願いします。はい、機械戦隊全開者全開座五色田海人役駒木根キータです。制作発表の時とは違って脇に人がいることをすごく新鮮に感じています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最後に機械戦隊全開者ザ・ムービー赤い戦いオール戦隊大集会のゲストには秘密戦隊ゴレンジャーの赤レンジャー海上剛役で初代レッドの誠直也さんがご参加されます。それでは誠さんお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。それではこれよりお時間いただける限り私より質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは早速キラメイジャーのお二人に伺ってまいりたいと思います。まずは小宮さん、はい、公開延期を受けましてようやくお披露目となることになりました。今のお気持ちいかがですか？そうですね、もう本当にやっとかって感じですね。やっぱこういうご時世で延期してしまなってしまったことは仕方ないことなんですけども、やっぱこうやって無事お客さんに見ていただけるってことになってすごく嬉しいです。もう多分全国の皆さんもね待っていらっしゃると思いますが、さあその映画に壇蜜さん、はい、今回はゲストという形でキラメイジャーに出演して、この世界に登場したご自身の姿、いかがだったでしょうか？そうですね、いわゆる戦隊とかレンジャーものっていうのは私以前に地球防衛未亡人っていうのをやったことがあるんですけれども、それとはまた全然違うカラーで今回は悪役ということで本当にね、さっきも小宮さんおっしゃってたように延期ですごく心配して、今か今かと待ってるうちに1個年取るっていうね
事件もありまして、でもせっかくね40になった記念のような気持ちで悪役の人情をしっかり演じることができたものを皆さんに見ていただけるのは嬉しいですね。民女強いんですよ。強いです。民女強いですね。なんかびっくりしました。こんなに強い設定でいいのかしらってね。なんか未亡人の時全然弱かったんですよ。はい。やっぱりスーパー戦隊のねこちらの世界にいらしていただいて、やっぱり強くないとキラメージャーもきらめきがっていうところもあると思いますが、そうなんですよ。いやでも確かに予告編でも大きな鎌を振ってらっしゃる姿を拝見しましたが、そうなんです。それで鎌を振ったり、なんかね、後ろに付き人じゃない、ごめんなさい、レムードン、はい、レムードンっていう夢を操る魔物が一緒にいて、私と一緒に戦うんですけれども、なんかレムードンはいつも一緒にいるんで、だんだん好きになっていました。あら、はい、それはレムード冥利に尽きる。なんかこんなとこで社内恋愛ダメって思ったんですけど、いやーなんかレムードンふわふわしてて、なんかちょっと好きになりかけました。なるほど、はい、そんな思いもこんな大きなスクリーンから受け止めさせていただければと思いますが、そうですね、はい、仲良くしてる様子もね、ぜひ見ていただきたい。敵役ですけどちゃんとね社内でしっかり絆結んでるんで。そうですね、はい、その悪同士の絆っていうのも確かに大事ですからね。でも小宮さん、はい、そんな強い敵、はい、壇蜜さんが演じられました民女、いかがだったでしょうか。いや本当に今壇蜜さんが言った通りものすごく強いんですよ、やっぱもう夢を操るってそれ卑怯じゃないかって思うぐらい強くて、最初台本読んだ時もこれ倒せるのかなってちょっと心配になっちゃいましたね、本当に。最後の最後まで本当ギリギリのところまでもう接戦なんですよ、本当に。はい、じゃあその接戦具合の結末は2月20日ですね、はい、楽しみにさせていただきたいと思います。はい、期待高めて待ちたいと思います。ありがとうございます。では続いて竜奏者の皆さんにお話伺っていきたいと思いますが、まずは一ノ瀬さん、そして長田さん伺ってまいります。はい、本作はテレビシリーズの32話と33話をつなぐテレビシリーズで惜しまれながらも命を落とした灘の知られざる物語を描いた作品ということが皆さんにも知られているところですけれど、本作に込めた思い聞かせていただきたいと思います。一ノ瀬さん。はい、33話、32話から33話にかけてっていうのは、竜奏者としても、竜奏者に出演するキャストみんなにとってもすごくインプレッシブかつターニングポイントとなったような話なので、やっぱそこを拾ってもらえるっていうのはすごく嬉しかったですね。僕自身としてはやっぱりせいやさんとその33話を迎えるにあたって、その前日にね、カフェとかで相談してね、たくさん相談させてもらって、すごい不安の中でもやっぱり2人で一緒にいいものを作ろうっていうような話し合いをして、それで臨んで、思いっきりできて、で皆さんに反応して反響があっていただいて、反響をいただいて、でやっぱり自分の役者人生今までの中でもやっぱり一番お芝居したなっていうか、自分がその世界に存在することができたなっていうすごく印象に残っている輪だったので、やっぱそこをそこにつながる部分として 32.5 話っていうことで深掘りしていただいて、でそれを演じさせてもらえるっていうのはやっぱり自分自身としてもその感覚を思い出しつつ、すごくなんか懐かしいような思いを持って演じさせていただこうっていうふうな思いを込めて、ちょっとはい、ごめんなさい、ソウルをつぎ込みました。はい。なんだよ、ありがとうございます。やはりソウル必要ですもんね。ありがとうございます。長田さんは改めていかがでしたか。多分だから灘がビデオメッセージを撮った時の心境みたいなものが描かれないまま終わってしまったので、彼は修行に出るっていうその決意で撮ったものだったので、その辺の背景が今回のこの作品でどういう気持ちだったのかっていうのが分かるのがすごく今回の映画で描かれてて、すごい僕は嬉しかったですね。はい。ポスタービジュアルにも灘がしっかりと竜奏デッドの横に描かれておりましたが、いろいろ反響があったんじゃないですか。いや、とりあえずものすごい僕の顔が大きく映してもらってるっていうのがまずびっくりして、でなんか夕焼けみたいな感じになってたのがなんかすごく僕の中ではすごいハートにくるというか、なんかみんなにとってそういう存在だったみたいなのの象徴みたいな形になってたので、すごくあったかい気分になりましたね。
6人と 7人がどういうふうに物語を紡いでくれるのか、なんか突っ込みたいですけど、これ突っ込んだら危ないですよね、きっとね。そうですね。なるほど、かしこまりました。ちょっと今日は心を痛いと存じますが、ではゲストとしてご参加いただきました宮原さんに伺ってまいりたいと思いますが、今回竜奏者のゲストとしてスーパー戦隊シリーズ出演されてみて率直にいかがでしたか？私一度竜奏者の現場見学に行ったことがあってですね、その時皆さんがいない時だったんですよ。だけど行かせてもらった時にすごく現場が明るくて、すごく皆さん仲が良かったのを覚えてたので、ずっと出たいと思って出ないまま放送は終わっちゃったんですけど、こうやって素敵な機会に呼んでいただいてすごく嬉しかったです。じゃあもうオファーあった時の即答？そうです、もうはいはいって感じで、こりゃどんな役かなと思ったら、またねちょっと私のことを知ってくださってる方は思うと思うんですけど、またちょっとアクションをやらせていただいているので、それをこう竜奏者の世界観の中でも得意とするアクションを思う存分やらせていただいたので、すごく嬉しかったです。予告編ではかなり期待高まるシーンが本当短いですけども出ておりましたが、はい、実際アクションされてみて現場いかがでした？すごく楽しかったっていうのがまず一番なんですけど、悔しい部分も多くて、まだまだだなと、あと皆さんのパワーがすごかったので負けちゃいけないと思いながら頑張りました。なるほど。舞子という役どころのところも、これは今日突っ込んじゃギリギリ危ないな方の顔になっちゃった。そうですね。じゃあ質問を変えましょう。一ノ瀬さん、はい、宮原さん、そのアクション、はい、現場でやられたということですが、宮原さんのアクションいかがでしたか？すごかったです。じゃあこれぐらいね、竜奏者の時にできるようになってたらめちゃめちゃかっこよかったんだろうな、すっげーって思って、みんなで本当にやばいって別格でしたね、やっぱり、迫力が。なるほど。じゃあなぜねそのアクションがあるのかっていうところも物語のあまり突っ込んじゃいけないところでございますので楽しみにさせていただきたいと思います。期待して高まります。ありがとうございます。では続いては前回ジャーのチーム名という形でお話聞いてまいりましょう。それではお待たせしました駒木根さん、はい、お話伺わせていただきたいと思いますが、3月7日からテレビ放送が開始される機械戦隊ゼンカイジャーは1人の人間ヒーローと4人のロボヒーローが主役という斬新な設定の作品でございます、はい、そんなゼンカイジャーテレビシリーズに先駆けて公開する映画は歴代のスーパー戦隊のレッドと悪役が登場するということで、歴代のレッドと怪人が集合した撮影いかがだったでしょうか？そうですね、その時僕もちょうど現場にいたんですけれども、赤レンジャーはじめ45戦隊のレジェンドヒーローたちが集結している対面に、またレジェンドの悪者たちも集結しているという、また一つプラスで面白みが加わって本当に大迫力でしたし、なんていうの、僕もちっちゃい頃から戦隊を見てた身としてすごく感情が高ぶりましたね。まさに圧巻でした。いや本当に迫力っていうものをもう本当に僕だけが大事に持ってたいんですけど、もう多分この大きいスクリーンでも大迫力でしっかりと映ると思うので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。いやこれやっぱりね45作品目の駒木根さんだからこそ味わえたね、そのシーンなんじゃないかと思いますけれども、いや本当になんかもう他の2作とはまた違ったやり方で、本当にズルをしてしまった感覚なんですけど、いえ待ちに待ってましたという形ですが、そしてもう一つ今回誠さん演じる赤レンジャーこと海城剛から激励をもらうシーンがありましたけれども、いかがでしたか？そうですね、やっぱり言葉の重みといいますか、ギア一つをもらっただけなんですけれども、そのもらったギアの中に過去の戦隊たちのなんか素晴らしさだったりだとか、やってきたことの重みだったりとかを、そういうのをしっかり引き継げたかなとは思ってますので、それを踏まえた上で、テレビの方も楽しめると思いますので、ぜひ前回じゃ第一歩の作品となりますので見ていただきたいシーンの一つです。はい、ぜひぜひもう楽しみにさせていただきたいと思いますが、誠さんお話伺わせていただきたいと思います、よろしくお願いいたします。今隣でその駒木根さんがギアを受けてるそのシーンにも感激していらっしゃいましたが、お話聞かれてまずはいかがでしょうか？いやそんな風に言われるとさ、俺もそれなりに喋んなきゃいけないんだけど、ぜひお願いします。一応セリフで書いてありましたんだねでもというよりもね、やっぱり僕がこの番組をやったのはもうほぼ半世紀前なんだよね。だからそれを思うとちょっ
となんか何とも言えない感無量な感じがあったよね。僕はちょっとスタジオの方で皆さんと一緒にはならなかったんですけど、なんかすごいちょっと時間を感じましたね。なるほど。いやでもそれでも本当に全国のファンの皆さんが待っていらっしゃると思いますが、改めて誠さんに伺わせていただきたいのが、秘密戦隊ゴレンジャーから続くスーパー戦隊シリーズの45作品目となるのがこのゼンカイジャーなんですけれども、このゼンカイジャーの映画に赤レンジャーとしての出演、改めていかがでしたか？いや赤レンジャーっていうのはまああれですけど、今回ね一人なんだよね。そうですね。4人がこう、ね、ロボットなんで。ロボットで、はい、もう最高だよ。本当ですか？最高です。そうそう。それでね、やっぱり僕は正直言ってね、台本もらうまで、はいはい、昨日一昨日かないただいて、それまでね、あと4人がそのロボットだってこと知らなかった。そういうことかと思ってね、制作者もいろいろ考えるなと思ってさ、本当ですよね、プロデューサーも大変だなと思って、本当によくぞこういう考えをするなと思って感心しましたよ。まあそれだとそういうことだとますますこれからもね、45作目、はい、45作目、おそらく50作目は簡単にいくんじゃないかなと思いました。その時もしかしたら、杖つきながらもしかしたら参加できたらね、50年目でできたらそれまたそれはそれで面白いと思って、その時はよろしくお願いします。僕たちいるかわかんないですけどね。いえもう皆さんぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。もう本当にね、このスクリーンで誠さん赤レンジャー会長剛見られるのが楽しみで仕方がありませんが、ではここで主演のお三方へ伺っていきたいと思います。機械戦隊ゼンカイジャーがスーパー戦隊シリーズ45作品目ということで、さまざまな思いが受け継がれてきた歴史あるシリーズでございます。そこで一ノ瀬さん、小宮さん、駒木根さんに伺ってまいります。まずは1年前竜装レッドの一ノ瀬さんからは、キラメイレッドの小宮さんにどのような思いを託されたんでしょうか？はい、直接あんまそういうね、改めてお話しする機会というのはなかったね、なかったです。なんですけど、やっぱなんかその自分が、言葉はなかったですけど、お願いしますっていう気持ちとして持っていたのは、やっぱり僕の幼少期はもうほぼ戦隊で染まってたというか、もうなんかもう一人で遊ぶ時も友達と遊ぶ時も戦隊のごっこ遊びをして、自分のその幼少期の生きている時間の多くを占めていて、そこで楽しみながら見ていながらも、その画面を通して勝手に伝わってくるその道徳であったりとか倫理観とか、そういったものを培ってもらったような気がしていて、実際その竜奏者であったりとかキラメイジャーであったり、これから今までの戦隊もこれからの戦隊もやっぱりそういうその言葉にはしないけど教えてくれる要素とか、そういったものがすごく多く含まれていて、その見てくれている子どもたちがまた大きくなって、でそれでまた僕も見ていたように、またその方々がその戦隊になってこう受け継いでいくっていうふうに感じていたので、だからその子どもたちの道徳であったり倫理であったり、そういうふうに、あんまり意識しすぎるとちょっとなんか変になっちゃうかもしれないですけど、なんとなくそういう意識を持って、そのみんなに希望とか夢とかを与えてるんだよっていうのをこう胸に持って演じてほしいなっていうふうには考えていました。伝わってたかどうかわからないですけど。いやありがとうございます。さあ小宮さん、こんなお話をいただきましたけど、改めて小宮さんどのような思いを受け取っていらっしゃいましたか？そうですね、やっぱり自分も子供の頃からそういうスーパー戦隊特撮っていうのも、見させていただいてたんですけど、やっぱり一ノ瀬さんが言った通り、なんて言うんでしょう、子供の夢っていうんですかね、自分が小さい頃やっぱり楽しみにしてた毎週の日曜日っていうのをみんなにこうやって届けられてるっていうのは本当に自分の中で奇跡に近いことだったので、すごいそういう思いを竜奏者の皆さんから受け取ったって、放送で竜奏レッドから自分にバトンタッチっていう形のやつが多分流れたと思うんですけど、それを見たと同時にこういうことを思いましたね。な
なるほど、ありがとうございます。受け継がれていく、本当にこれスーパー戦隊ならでは素敵な形だと思います。では続いては改めて小宮さんとそして駒木根さんで伺っていきたいと思うんですけれども、小宮さんはキラメイレッドとしての1年間もなく走り切ろうとしていらっしゃると思いますが、はい、次のゼンカイザーの駒木根さんにはどのような思いを引き継ぎたいですか？そうですね、自分がこの1年で学んだっていうのがやっぱり憧れであったり、大人も子供のみんなも楽しめる作品が戦隊っていうところなので、本当になんかイベントごとっていうのはこの1年自分ができなかったですけど、そういう思いを引き継いでもらいたいですし、やっぱ撮影とかでたまにやっぱりね、保育園の遠足っていうのをしてる子供たちをこうやって眺めてると、こっちに気づいてくれてキラメジャーだって言ってくれてるのが本当に嬉しくて、それも竜奏者の皆さんもあったと思うし、これからもゼンカイジャーを撮影してるとあると思うんですけど、そういうのを一つ一つ大事にしていっていただきたいですね。ありがとうございます。さあ、駒木根さんは今小宮さんのお話をお聞きになっていかがですか？そうですね、小宮君とは実は以前から知っている仲なんですけどその時は本当になんかもちろん輝いてましたし、可愛いなっていう印象だったんですけど、もう1年ぶりほぼ1年ぶりに会って、もうガラッと中身も外見も変わってて、本当に1年間でこんな人って変われるのかと思って、僕もこの1年間通してもうお二人から今おっしゃってたことをしっかり守りつつ、1年通して皆さんにも成長したなっていうところを見せられるように、もうしっかりと過去の戦隊の思いを背負ってこれから1年間走り抜けたらいいなと思います。ありがとうございます。応援しております。誠さん、はい、どうですか？今横で一ノ瀬さん、小宮さん、駒木根さんがお話しくださいましたけど、お三方の思いをお聞きになっていかがでいらっしゃいますか？いやー、しかしみんな暑いね。いや、昔俺もこれぐらい暑かったかなっていうのも今自分で想像して回想してたんですけどね。でもこんな真面目だったかな、考えが。もっとなんかね、勢いはあったんですけどね、元気はあったんですけど、こんな風にね、理論整然といろんなことをね話すなんてことは僕らの時代あんまりなかったような気がします。でも皆さんの3人の話を聞いてるとね、確かに一つ一つちゃんとバトンタッチができていってるというのを感じますし、これからますますいい番組を作っていただきたいと思いますね。そして、彼たちはここからまた立っていくわけだから、この場所からね、その時はまたもっともっと違った仕事をしながら大きくなってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、誠さんからのこの言葉をお三方含めてキャストの皆様が嬉しいことだと思うんですけれども、誠さん、改めて誠さんにもちょっと伺わせていただきたいんですが、初代の戦隊ヒーローの赤レンジャーの誠さんからはどんな思いを継承していってもらいたいですか？そういうふうな真面目な話されると困るんだよな。すみません、すみません。ただね、僕らは受け継ぐものがなかったんだけど、新しいものだったんで、もう何でもなんていうのかな、チャレンジ精神というのかな、とりあえず思いっきりやろうということでやった結果がね、こういう45回まで形を変えながらつながってるっていうのは、それなりに僕も最初に携わってね、よかったなっていうのは実感してますよ。ぜひだからその最初があったからこそ、ここから先ほど50周年の話もありましたしね、ぜひ、続いていくものになればと思います。ありがとうございます。それではですね、最後皆様に伺ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こんな今大変な世の中だからこそ、スーパー戦隊から得られるものはより一層大切になっているんじゃないかと思っております。そこでですね、皆さんがスーパー戦隊という作品から受け取ったもの、得られたもの何でしょうかということで伺わせていただきたいと思います。では小宮さんから伺ってよろしいでしょうか？そうですね、やっぱり憧れというか夢ですかね。
その今さっきキータ君にも言ったんですけど、子供たちの夢っていうのは今こう自分がシアター G ロストで公演をしてるんですけど、このご時世でも遠くから子供が見に来てくれるっていうのが本当に嬉しくて、声が出せない分ペンライトや拍手でこうやって応援をしてくれてるっていう、この本当に楽しみにしてたんだろうなっていう、マスク越しでも笑顔が見えてくるっていうのがそういう夢だったり憧れだったりっていうのがつながってくるので、この1年やっぱりその2つを教えてもらった1年だったのかなって思います。ありがとうございます。壇蜜さんはいかがですか？はい、私は敵役から得たこと3つお願いいたします。あります。一つはやっぱり一人一人制服やスーツの色はね、レッドイエローって違うけど、みんなが一つの隊になって、それで一人じゃできないことをどんどんみんなで突き進んでいけるっていう団結力の大切さもありますし、2つ目はやっぱりその味方にも仲間にも、そして敵にもみんな事情があって、みんな戦う理由があるんですよ。だから勝った、やった、勝利だっていう風になんかもろ手を挙げて喜ぶ前に、どうして勝てたんだろうとか、これからどうなるんだろうっていう背景を見る大切さもこれからは必要なんじゃないかなって思います。でこれ一番大事なんですけど、3つ目は変身変形の最中は絶対に攻撃してはいけないというフェアプレーの大切さですね。大切ですね。それでごめんねレッド、いや本当に私にもね事情があったの、戦う事情があってしょうがなかったの、ごめんね。あったさんに言われてますけど、いやでも3つとも、特に3つ目本当に大事だと思います。そこはね、大事です、はい、暗黙の了解でちょっと悪にも多分引き継がれてることなのかと思いますし、そうですね、そのフェアさがなかったら、やっぱり視聴者って入ってこないと思うんですよ、強くなった強くなった、じゃあどうなるんだっていうのに引き込まれてほしいなって思います、その引き込みをね、もしかしたら担ってくれてるのかもというところもしっかり受け止めてもらって、いろんなことを得ていただいてありがとうございます。では一ノ瀬さん、はい、いかがでしょう？僕は挑戦する勇気ですかね。やっぱり人はこうすべからく失敗は一生続きますし、やっぱそうなんですかね。でも失敗するからこそ得られるものっていうのも間違いなくあるし、でそれをすごくそういう普通だったらちょっと恥ずかしいなって思うようなことかもしれないところを、やっぱり戦隊っていうのは作品を通してこうみんなに伝えている作品だと思うので、僕もやっぱちっちゃい頃見た時もやっぱりこう思い切りのある行動とかそういったものってすごくできないタイプでしたけど、やっぱりそれを見たから少し背中を押してもらったっていうのもあると思いますし、その失敗してもいいんだよって、失敗を恐れないで行動して、その結果こう自分も変わっていく、そういうメッセージをこう自分は幼少期の時に受け取っていたような気がして、で実際自分が演じてる時もやっぱり僕は演技経験もなかったですし、その中でどうやって演じるのかって、そう型にはまってこう台本に書いてあることをなんとなく演じてしまったら、それで1年が経ってしまうけど、でもやっぱりその役を通してできること、思い切りやってみるっていうことの大事さをすごく学んだので、やっぱりそれも結局なんですかね、普段生きててこう現状維持バイアスが働いている状態でそれを殻を破ることの大切さっていうのを教えてもらったように感じます。これからにも必要なことを受け取られましたね。ありがとうございます。では長田さんはいかがでしょうか？はい、僕はやっぱりナダっていう役がものすごく自分にそっくりだったので、キラキラしているみんなをこう羨ましく思っている、でも自分自身のやってきたことにも自信を持ちたいっていう、そういう男だったので、現実社会でもそういうふうに考えて普段過ごしている方々がすごく多かった方に共感してもらった役なので、ただナダっていう役は一人では成立しなくて、彼の周りにはこのコウとか仲間のみんながいるから、彼自身が大きなものを乗り越えられたし、あと自分自身が今まで手に入らなかったものがみんなのおかげで手に入ったっていうことが彼にとっての一番大きな収穫ではあるので、あとやっぱりどんな時でも諦めない不屈の精神みたいなも
彼の不屈の騎士ですけども、やっぱりどういう局面でもそういう気持ちがあるかないかでどういう人間になれるかが決まるっていうふうに僕は思ったので、このお仕事させてもらった時に。でやっぱそういうセリフがたくさん散りばめられてるこういう戦隊の言葉っていうのはやっぱり今回も撮影しながら思ったんですけど、今のこの時代だからこそめちゃくちゃ響くんですよね。やっぱりどんどんやっぱこうめいっていくじゃないですか、精神的にも。でも体の健康も大事だけど心の健康も大事だし、でそこで自分が諦めてしまうとどんどん悪い方向に行ってしまう。でみんながいたから僕は救われたので、その灘っていう役は救われたので、そういう部分で言うと今のこの時代だからとても共感してもらえるんじゃないかなっていうのもあるし、あとやっぱそのエンターテインメントはいつも皆さんのそばにいますよっていうそういうメッセージが大きく込められてるので、とってもなんか得たものがこの今までやってきた中でも自分が積んできたものをそのままもう皆さんに見てもらえたっていうことがこの作品で僕が一番もらったものですからね。ありがとうございます。では宮原さんいかがでしょう。はい、私は今回でというよりは幼少期からずっと特撮を見てきてなんですけど、目標という感じで、私も小さい時からずっと空手をやって、空手の大会を行く前にずっと戦隊とかを見て試合に行ってたので、こうやってみんなみたいに勝つんだ、頑張るんだ、強くなるんだと思って試合に行ってたので、その作品に出れたことがすごく嬉しいですし、やっぱこう戦いながらもこうキラキラしてる皆さんに負けないぞ、あいつらに勝つんだって思いながら戦っていたので、いい意味でもなんかちょっと悪者なのかいいものか分かんないですけど、こっちの役柄としても目標とするなんか存在かなと思いました。エネルギーのこうきっかけになってるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。では駒木さんいかがでしょうか。はい、もらったものですね。はい、スーパー戦隊という作品から受け取ったもの、得られたもの、いかがでしょう。小宮君も言ってたんですけど、やっぱ夢とか希望とか憧れっていうものはもちろんそうだったんですけど、なんかやっぱ戦うことっていうものはすごく僕的には学んだかなと思いました。やっぱり生きていくと何回か戦わなきゃいけないっていう時があると思うんですけど、それでも僕は戦い続けてやっとこのヒーローというこの場所に立てていると思いますので、それはヒーローから受け取ってヒーローとしてしっかり恩返しできるチャンスっていうものもこのヒーローから受け取れたと思ってますので、しっかりとこのヒーローとして恩返しではないですけど自分のやることをしっかりして、またそうやっていい連鎖になって誠さんから始まったこのスーパー戦隊というものをもっともっと歴史あるものにしていって、その中の一人になれたらすごく嬉しいなと思います。ありがとうございます。それでは最後に誠さんに伺わせていただきます。改めてスーパー戦隊という作品から受け取ったもの、得られたもの、何でいらっしゃいますでしょうか。いやそれはもうここに今日いることが全てですよいやでも本当皆さん素晴らしいなんていうのかな、回答というのかな、感性のそういう素晴らしいものを皆さん持ってるなと今思ったんですが、やっぱり基本これ対象はやっぱり子供なんだよね。だからその子供っていうのは本当に怖いから、ごまかし聞かないからさ、そこだけちゃんと踏まえておけば思いっきりやっていいんじゃない。とにかく小手先はダメ、子供には、本気でいかないと、そんなことで頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。皆様素敵な答えをありがとうございました。それでは最後に小宮さん、一ノ瀬さん、駒木さんからメッセージをいただいて終了したいと思いますので、その場で少しだけ、広がっていただきました。これぐらいでよろしいでしょうか。お言葉をいただきたいと思います。それでは小宮さんからお願いいたします。本日はお越しいただき本当にありがとうございました。この作品本当に面白い作品になってるんで、皆さんにぜひとは大きな声で言いにくいですが、良き時に見に行ってください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では続いて一ノ瀬さんお願いします。はい、この作品が多分竜奏者の最後の作品になると言っても過言ではないと思っています。こういう衣装を着てみんなでそれぞれのキャラクターを演じてっていうことは本当に最後だと思うので、ぜひ見ていただきたいのと、やっぱこの1年間でいろいろなことがあって、僕たちそうですね、でもいろんなそれぞれがいろいろな仕事をしたりとか、いろいろあって、
で久しぶりに集まってやっぱりみんなの絆っていうのはすごく強いものなんだなっていうふうに、すごく撮影も楽しかったしやりやすかったし、ここまで仲良くなれる家族のような存在になれるようなのっていうのはやっぱりこの戦隊だけだと思っています。で、そうですね、この思いが天に届くことを僕は確信しているので、ぜひ皆さん、皆さんともソウルを一つにしたいので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に駒木さんお願いします。はい、今日はお集まりいただきありがとうございました。3作ともそれぞれの思いが詰まったいい作品になっていると思います。前回じゃパートもですね、負けないように全力全開で皆さん一生懸命作り上げてきました。この作品が皆さんに届くことを本当に願っております。はい、前回じゃ始まりの一歩としてこの記念すべき作品をぜひ皆さん劇場でご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではただいまいただきましたご挨拶をもちまして、スーパー戦隊ムービーレンジャー2021完成報告イベント終了させていただきます。キャストの皆様ありがとうございました。どうぞ大きな拍手でお送りください。ムービーレンジャー豪華3本立て。ここどこ？私は夢の中を思いのままにできる。キラメイジャーが夢の中で大ピンチ。ひらめキングスペシャル。行くぞみんな。マシン戦隊キラメイジャーザ・ムービービーバップドリーム。ケボーン。竜装天使竜ソージャーが帰ってきた。これは俺がバンバから聞いたあの日の物語だ。ほんま俺も負けてられんわ。騎士竜戦隊竜ソージャー特別編メモリー・オブ・ソウルメイツ。新戦隊ゼンカイジャーが映画で初登場。やっほー、ピザすき焼き食べようって盛り上がってたのにお前赤じゃないのか。結果出すまで全力全開だ。機械戦隊ゼンカイジャーザ・ムービー赤い戦いオール戦隊大集会。スーパー戦隊ムービーレンジャー20212月20日参上。